世界一わかりやすい極グラシャラボラス透滅戦の解説動画です。動画の最後に最強カンペもありますのでそちらも活用ください。早速参りましょう。オーバーブースト、ボス周囲に弾が4つか8つ出るので覚えます。4つなら後ほど2ペア、8つなら8人3回を行う必要があります。今回は4つなので後ほど2ペアです。ブーステッドエクスプレス、前方からのノックバック攻撃プラス前方からのビームです。まず下段にビームが来ない2列のどっちかに移動するのはマスト。その上でこの攻撃の直後に弾に応じた3回が必要なので、次の3回位置を想像してそっちに駆け込みやすいところへ吹き飛ぶよう受けましょう。例えば直後に右上に3回しなきゃいけない人はこの障害物に引っかかるよう攻撃を受けましょう。ノクバされてからビーム着弾までわずかに猶予があるので、調子乗ってノクバ後ビーム着弾する列にスティックとか傾けてると被弾するので注意しましょう。吹き飛ばされた後一呼吸置いてからさっきの弾に応じたペア割りか8人攻撃が着弾します。今回はペア同士で近づきましょう。もしさっき弾の数を見落とした場合は周囲を見て空気を読んで知ったかぶりして動きましょう。再び弾が発生します。さっき来なかったパターンで確定なので今回は弾8つなので後ほど全員ばらけます。ブーステッドバキューム、引き寄せ攻撃です。最前列まで引き寄せられるとダメージを受けるので遮蔽物に引っかかるようにするかアムレン剣術魔を使うところまではマスト。加えてさっきと同じ要領で次に移動する場所を意識した上で立ち位置を決めましょう。吸い寄せられたら3回します。これで OK です。アンリミテッドエクスプレス、全体攻撃に加え2両目飛ばされます。痛いので軽減入れましょう。ここから全てに共通するんですが、今回は各ギミック自体はシンプルなんですが、その代わり発動順がややこしく発動順の把握が大事になります。各車両で発動順をイメージするためのキーワードを載せていきますので参考にしてください。2両目開幕、また弾が4つか8つ発生します。車両移動直後の弾は見落としやすいので注意しましょう。今回は4つなので後ほど2ペアです。ここで2両目のキーワード、横、縦、弾を表示させときます。ちなみにキーワードは全てまとめて動画末尾のカンペに載せてるのでご安心ください。随伴機出撃、マップ左右に機械が出現しどっちかの機械が光ります。さらにボスが1両目でやってきた引き寄せかノクバプラスビーム、この2択を詠唱します。今回はバキュームなので引き寄せですね。ここで使うのが横、縦、弾、横から来るビーム、縦から来る引き寄せ、そして冒頭あった2ペアか3回の弾、この順で来るということです。というわけでこの順で対処しましょう。まず横のビームを防ぐために遮蔽物へ移動します。遮蔽物は柵みたいなのじゃダメでコンテナの方じゃないとビーム遮らないので注意しましょう。横が終わったら縦、つまり引き寄せが来るので次の3回位置を意識していい感じに移動します。最後に弾、冒頭弾4つだったので2ペアです。これで OK です。再び弾が出現します。さっき来なかった方で確定なので弾8つ、つまり後ほど3回します。次のキーワード、横、単強、左右どっちかからビームの予兆とタンク2名の遠範囲強攻撃予兆が重なります。横、単強の順で発動するので単強の予兆にビビらずまず遮蔽物で待機します。ビームをやり過ごしたらタンク2名は前へ、それ以外は遠範囲を回避します。ちなみにここ動画の通り野良だと MT が左上、 ST が右上に行くことが多い印象なんですが、マクロによっては MT が前、 ST が後ろへ行きその他の6名がとどまるような記載になってます。ぶっちゃけここで事故ることあんまないと思うんでいい感じに処理しましょう。最後再び横、縦、弾、左右どちらかの横からビームが来るのでまずビームを回避。次に縦から来るノクバプラスビームを対処。最後に弾、つまり今回は8人3回。これで OK です。2両目はとにかく横、縦、弾、横、単強、再び横、縦、弾、これでいけるはずです。暗記とか不要でこの言葉をカンペ的に置いとけばあとはやってるうちに勝手に覚えると思います。再び全体攻撃が来て3両目へ。ここで2回目の2分バースト、次雑魚フェーズがあるのでそこにバーストを取っときたいところですが、今回直近のよりは DPS チェックがゆるゆるではない印象なので練習時点からここで2分バースト、つまり力打ちしといた方がいいかなと思います。果てしなき暴走、雑魚フェーズです。といっても超シンプルで雑魚は真ん中の青い玉1つだけでゲージが溜まりきるまでに倒すだけです。でちょいちょいこのプラレールみたいな列車が邪魔してくるのでタンクとそれ以外に分けて対処します。タンクの動きは超シンプルなんでそっちから行くと、列車が定期的に途中停車してはタンク2名へ扇範囲攻撃を打ってくるので列車を12時方向として MT10 時方向 ST2 時方向に移動して扇範囲を誘導します。雑魚を殴ってる間も常に走ってる列車に注目し、列車が減速しだしたら列車の停車地点をイメージしそこから10時2時方向に移動しましょう。珍しく外周で死なないので外周にぶつかるぐらい動いて内周のアンチ
地を広く確保してあげましょう。タンクは列車が止まるたびに常にこの動きをすれば OK です。一方でその他6人は列車が止まるたびに2択の動きを強いられて、1つ目のパターンが平2名対象の3人受けの攻撃、この場合はこんな感じで3回。もう1つのパターンは誰か3名の2度付け禁止の攻撃、その場合はこのように3回。パターンをどう見極めればいいかというと、列車が走ってる時に汽笛が鳴った後、ボンボンかボンボンボンのどっちかが聞こえるので、2回聞こえたら2グループに固まり、3回聞こえたら3回する必要があります。実はこのボンはさらに外周にある列車の煙突から何かが噴射している時に発している音です。ただ最外周の列車の噴射を目視しようとすると混乱するので、基本的には音で判断しましょう。この動きを繰り返しながらゲージが溜まりきる前に雑魚の HP を削り切ります。利口技の全体攻撃です。ここでヘイトがリセットされているので、タンク2名は急いでヘイトを取りましょう。腕が2本生え切ったところで無影響の全体攻撃が来ます。野良では不意をつかれて軽減バリアがおろそかになりがちです。ケアしてあげましょう。再びヘイト1位2位への遠範囲強攻撃が来ます。ここまでにタンク2名がヘイト1位2位を確保するようにしましょう。ディレイルハウンド等中心の連続頭あり攻撃です。3回着弾するので3回ちゃんと中に入って受けましょう。ディレイル、列車が吹っ飛ばされるので後ろに下がり4両目に飛びます。ここの猶予時間がかなり短く間に合わない人が多いです。頭ありを受け切った後気を抜かずに動きましょう。かといって焦りすぎるあまり3回の頭ありが終わる前に抜け出さないようにしましょう。4両目、ここは成功法と26受け法の2種類があり、成功法なら山場で26受け法なら簡単です。個人的にはあれなんですが、その感情を置いといて不特定多数でコンテンツをクリアするという目的においては26受けの方の方が優秀と判断したので26受け法を紹介します。ボスが急にクッという音を鳴らします。音が鳴った時点で8人のいる場所に不可視の遠範予兆が発生しているので、カッて聞こえたら自分がいる位置からずれましょう。これで OK です。続いてボスが上を光らせ、その後下に雷が帯電します。察しの通り上段下段の順に攻撃が来るので回避します。魔法陣展開、仕組みぐらいはご紹介します。基本的にはノーマルと同様でクソデカ遠範予兆がフラフラ動きます。魔法陣発生から2回か3回か4回フラフラした後に着弾するのでアンチに移動するだけです。アンチは常に2箇所生まれるはずです。で、どっちのアンチでもいいかっていうと極なのでそんなわけはなく、いつの間にかタンクと平から1名ずつ狙われているようなデバフがついており、クソデカ遠範囲の発動と同時にこのデバフ持ちへ4人割りが必要な遠範囲が発動します。なのでクソデカ遠範囲のアンチ2箇所に近接4人と遠隔4人がうまく分かれて処理、これを3セット繰り返すというのが成功法。26受け法の場合は超簡単。タンク2名が左上、その他6名が右上集合。魔法陣が3セット発動しますが、魔法陣がどこへ行ってどこに発動しようが我々は不動。1回目発動前 MT 組で軽減バリア全力、ちゃんとやれば耐えられます。ボスの手が閉じ切るタイミングでもろもろ発動するので参考まで。2回目発動前 ST 組で軽減バリア全力、ちゃんとやれば耐えられます。3回目発動前タンク LB2 で耐え、これだけです。先へ進みます。さっきもあったシンプルな上下攻撃です。別に複合しないので普通に下上の順で回避します。ここで再びとするのでその時点で誰もいない位置に回避。ヘイト1位2位への強攻撃、連続頭あり攻撃と続き、また車両を壊してくるので後ろに移動します。ここの連続頭あり攻撃は MT が無敵受けしましょう。攻撃回数が4回に増えているのでちゃんと4回受け切りましょう。5両目に来たら次のギミックのために軽く3回しておきます。サイコキネシス、コンテナを持ち上げてランダム2名にぶつけてきます。遠範囲マーカーがついた2名は左上右上に移動します。その他6名は発生したくぼみにはまって回避します。どっちが左上右上行くかはマーカーついた時の位置を参考にうまいことやりましょう。ここで大事なのが着弾後動くの我慢。カッてなったら初めて前方中央へ移動。
これで OK です。円範囲着弾後直後にカが来るのでカが鳴るまで動かないようにしましょう。続いて同様の攻撃が来ます。今度は3名対象になっているので広くなっているスペースを活用しフィーリングで回避しましょう。人の円範囲マーカーを1枚踏む分には死なないので円範囲マーカー持ちが被らないことだけ意識しましょう。今度は5人に円範囲マーカーがつくので図を参考にいい感じに3回しましょう。次またカが来るのでマカ持ちは外周に捨てるといいかもです。再びカが鳴るので人がいない位置に移動します。ここの連続頭ありも ST が無敵受けしましょう。ここでやらかし例を一つご紹介します。よし5回しのいだぞ。パッと最終車両へ移動だ。あ、こっち行き止まり。ご覧のようにここは2手のうち一方が外れルートになってます。どっちが車両後ろまで下がりきれるか事前に確認しておくようにしましょう。最終車両です。ギミックは全て起出です。冒頭久しぶりに弾が発生します。8つなので3回です。今回はかなり後に発動するので覚えておきましょう。最終車両のキーワード横縦縦、横からビームの予兆とボスから下段上段の攻撃予兆が発生します。横縦縦の順で発動するのでまずはシンプルに横のビームを回避します。続いてはボスからの縦縦なので今回は上段下段と移動して回避します。続いては見たまんまなんであんまキーワード化する意味ないんですけど、横3回か、横からビームが来るので普通に回避した後何名かに円範囲マーカーがつくのでこれもさっきの3回図を参考になんとなく3回します。でカが来るので人がいない位置に移動します。最後のキーワード横縦玉、横のビームを対処した後縦の引き寄せかノクバプラスビームを処理し、ここでようやく冒頭来た弾、今回でいうと8つの弾なので3回を処理して一段落。横縦縦横3回か、横縦弾、お守り代わりにカンペとして置いといてあとは数こなして慣れましょう。ここで一つ私のやらかしをご紹介。横3回のところ右側からビーム来るな、よし遮蔽物に隠れてやり過ごそう。サイコキネシスふわー。というわけで下段にビームが来るときはここでは高台に避難するしかありませんので注意しましょう。先へ進みます。再び弾が発生します。4つなのでペア割りです。これもかなり後で発動します。再び魔法陣が発生します。今回は3セットではなく2セットしか来ません。1回目と同じく26受けしましょう。1回目が MT 組、2回目が ST 組が頑張る。ただし2セットをしのいだ後カが来るのでそこだけ忘れないようにしましょう。最後におなじみの流れ引き寄せかノクバプラスビームが来るのでしのいだ後さっき来た弾を処理します。以降は気質ギミックが続いて時間切れです。解説は以上です。家なしララは世界一わかりやすいファイナルファンタジー14の攻略動画を作ってます。参考になりましたらチャンネル登録お願いします。動画化した際は X で速報しますのでそちらもフォロー何卒。では宣伝したので最強カンペどうぞ頑張ってください。供養します。魔法陣展開の成功法の考え方もおまけパートで供養します。興味があれば参照ください。じゃあどう考えて動けばいいかっていうのを遠隔目線でご紹介します。アンチの発生パターンは4パターンあって遠隔はそれぞれご覧の通り動く必要があります。マップ左下に行くケースだけちょっと多いですよね。なので基本的には左下に行きたいという気持ちで構えましょう。で左下に行きたいって構えといてクソデカ円範囲が左下潰さなかったらそれで OK。 もしクソデカ円範囲が左下を潰しそうってなったら上か右、潰れてない方へ移動すれば OK です。基本は左下、無理そうなら上か右、この気持ちで実際の映像を見てみましょう。立ち位置ですが最初から左下に行き過ぎると上か右に行かなきゃいけない時に間に合わなくなりがちなので最初はこの辺に立っておくのがおすすめです。魔法陣が発生しました。この後魔法陣が2回か3回か4回フラフラしますがあんま回数は気にしなくて OK。 2回3回4回どの場合でもボスの手が閉じきる時に魔法陣が発動するので手が閉じきりそうかどうかを気にするといいです。魔法陣フラフラ、まだ発動しなさそう、まだしなさそう。あ、そろそろ発動するかも。魔法陣右上行ってるな。じゃあ左下アンチだな。左下へ移動。4人頭ありも処理されてこれで OK。 すぐに高台の初期位置に戻ります。2セット目同じように魔法陣の動きを注視。
手が閉じようとしてる時に魔法陣がこっち来てますね。なので左下は潰れそう。じゃあ上か右の空いてる方に移動しよう。ここは慣れでしかないですが、今回開くのは右側です。魔法陣の軌跡を示すダイヤマークに注目すると、左側に魔法陣が到達してまるっと潰れる。なので右側が開くっていうのが分かりやすいはず。右側に移動した場合のアンチはこの辺。しのいだら次3セット目、さっきと同じくすぐ高台の初期位置へ移動で、魔法陣とボスの手を様子見。今度は魔法陣がめっちゃ下の方に来ました。こっちのがアンチ分かりやすいですよね。左下は当然潰れる、右下も潰れる。なので左上に行きます。左上に行く場合のアンチはこんな感じで、高台から降りる必要はありますが、降りたすぐ先がアンチになるので焦らずに。これで難関ギミッククリアです。ここで私が100万回ぐらいやらかしてるミスをご紹介。あ、魔法陣で左側が潰れそうだな。よし、右下に移動しよう。降りるぞ。ふわー。高台から降りるときに転移装置の上に降りると再び高台に転移されます。転移装置の上に降りないようにしましょう。なお後ろに下がっても落下死はしません。気持ち直角に移動すると事故りにくいのでおすすめです。ギミックは同じですがもう一例。まずは高台定位置に待機。魔法陣が下に来るので左上に移動。左上に移動したら元の高台定位置に戻るために全力で戻りましょう。こんな感じで高台まで戻れない場合がありますが、その場合は臨機応変にこの辺で受けましょう。こんな感じで頭回り攻撃対象者と高さが違うとダメージをうまく割ってくれないので注意。ただ今回バリアを厚くしてくれたおかげで2人受けでも耐えられました。慣れないうちは軽減バリアを厚めに炊くのをおすすめします。ちなみに近接の場合も考え方は同じで、基本的に高台のこの位置に待機し、基本は右上、ダメそうなら左上か左下へ移動します。先ほどお話しした通り、基本は4人全員上か下同じ高さで攻撃を受ける必要があります。近接は右上アンチの時は高台にもわずかにアンチができますが、下に降りるのが主流の模様です。上段下段どっちで受けるかばらつくときは適宜コミュニケーション取りましょう。供養完了。おつえなし。